いよいよ始まりましたね。いやいやありがとうございます。秋葉原にあります老舗オーディオ専門店ダイナミックオーディオがいよいよこの YouTube チャンネルをスタートしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私ピースマンと申します。ダイナ佐藤です。 MC、MIC です。 MC、MIC とダイナ佐藤、そして私ピースマン3人でお送りしていきたいと思っております。これね MIC とダイナ佐藤のダイナ&MIC でダイナミックになってますから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、しっかりなってますね。そして今回はダイナミックシステムということで、こう毎月毎月このダイナミックなオーディオシステムを紹介していこうという番組です、はい、選んでいただけるのは MIC がこう渾身のダイナミックオーディオのシステムを紹介していきます。ということで早速今回のダイナミックシステムどんな感じでしょうか？はい、今日のオーディオシステムは、はい、もう今目の前に映ってる製品が、レコードプレイヤーちょっと今映ってないんですけども、オーディオシステムの今一式映ってるものが揃えたシステムなんですね。はい、再生機と増幅機と、スピーカーが揃えば音楽再生できます。これオーディオシステムの基本3つと、それを基本に考えると、そのあまたある製品のブランドとかメーカーっていうのは、基本的にはどういう組み合わせでもいいんです。どういう組み合わせでもいいです。なので、言われると自由、選び方も組み立て方も自由、という上で今回は、僕 MIC の聞きたい興味のある製品をそれぞれ揃えて作ったシステムっていうのが今回のシステムです。なるほど。独断と偏見で僕の好みだけ、誰かのためにとかっていうことではなくて、僕のためにMIC のためのシステムを用意して、1回目なんで、じゃあ具体的にちょっといろいろと説明していただきたいなと思うんですけれども。はい、でオーディオシステムは、やっぱり今3つの要素で考えると、やっぱり一番音の出口になるスピーカーを何にするかっていうのを決めるのが、一番自分好みのオーディオシステムを作る一番近道なんですよ。これ今見ていただいても一番存在感あると思うんですよ。そうよね。これすごいね。リリウムっていうモデルです。リリウム、ソナスパベールですね。イタリアのソナスパベールというブランドのリリウムというモデルなんですけれど、いくつかバリエーションがモデルがある中で上から数えて2つ目のサイズのやや大型、かなり大型のスピーカーになります。そうですね、大きい方です。大きく見えると思うんですけど、実際に大きい方です。このスピーカーがいいなと思ってる理由はいくつかあるんですけど、基本的にはその製品自体美しさ、キャビネットのデザインであったりとか、ラウンド設計の美しさだったり、その見た目の外観の美しさっていうのが、どのスピーカーよりも群を抜いて高いと思います。好みはあれとですね、いろいろ見た目に面白いスピーカー、デザインの面白いスピーカーは本当にこの業界なんてたくさんあるんですけど、美しいです、それに見た目だけではなくて音響的なアプローチ、構造が、見えないんですけども、見た目以上にしっかり練り込まれているっていうのが、結局スピーカーとしての機能、抜群に機能が高いっていうのが一つありますね。なんかちょっとこう見えますでしょうか。この外側のこうなんていうんですか、このサランネットっていうんですよね。これ面白いですよね。これも多分、基本的にはスピーカーのユニットのプロテクターとして、一般的に使われるグリルと呼ばれたりサラネットと呼ばれたりする部分なんですけど、そこ自体もソナスパベールのスピーカーはほとんどが弦楽器にインスピレーションを得ているので、弦楽器にインスピレーションされている、でやっぱりそういう弦楽器の見た目のイメージも、そのサランネットのデザインとして取り込まれている、ということになりますね。本当に出来上がりトータル総合的に着地がもう本当素晴らしいなと思える、見た目も性能も音楽のためにあると、それがちゃんと着地しているっていうことと、見えないんですけどもダブルエンクロージャーって言って、これ実は普通のスピーカーだと木の箱っていうのがあるんですけど、その木の箱が二重になってるんですよ。ちょっと外からは見にくいんですけど、二重になっている、二層構造になってます。かなりこれ特殊な構造なんですけど、見た感じは
全然わかんないですもんね。美しく仕上げてあるスピーカーだとしか見えないんですけど、そのあたりのアプローチは非常によくできている、そう内部に搭載されたテクノロジーが前面に出ないような美学があります。そうなんです。ここから送風機アンプ選んだのはドイツのブルメスター。来ました、ブルメスターアンプですね。僕もちょっと聞いたことあるんですけど、なんかメルセデス・ベンツ、そうそのカーステレオに、S クラス以上らしいんですけど搭載されているのはブルメスターのオーディオシステムなんです。これまず見た目がこれすごい、こちらも美しいですよねこれね。そうですね。これも見た目のデザインとしても、表面パネルを使ってあったりとか、アンプとして熱を持ってくると必ず放熱する必要があったりするんですけど、ちょっとここでその横にあるギザギザと前にあるギザギザもヒートシンク、放熱板がそのままデザインとして熱を逃がす、そうです、表面積を高めることになって、ドイツのプロダクトらしいメカメカしい整然とした佇まいですよね。これすみません、アンプが2つある、これどういうこと？これはもう説明してもいいですか？ちょっとだけこれさらっと流しますと終わりまで、通常は見ていただいている方どっちから見てもどっちのアンプも同じ動作の製品なんです。パワーアンプという形の製品でステレオパワーアンプという製品です。パワーアンプです。つまり2チャンネル分の増幅を持っているパワーアンプということ、途中で立ち止まらずにいくとしたら、これ今1台これを使わないでも、こちらの1台だけでこの2本のスピーカーは再生できるんですよ。でやろうと思えばね。やろうと思えば、それが普通かもしれないですね。通常でいくと1台で右と左のスピーカー、右と左こっちか右と左ですね、のスピーカーを鳴らすことができると。じゃあなんで2台あるかっていうと、これがオーディオの界隈では皆さんね、もうこだわりポイント、こだわりであり言葉としてはもうすぐ共通語なんですけど、バイアンプって言って、来ました、バイアンプ。全く同じ考え方かどうかは別にしても、車のエンジン、もう一つ用意して、フロントのタイヤを1台のエンジンで、こう後ろのタイヤをもう1台のエンジンで回す。ちょっと想像してもらうとちょっと贅沢さが、スムーズさとか贅沢さとか、反応の良さとか、この場合大雑把に分けた高音域と低音域にそれぞれ別のアンプを用意している。で、なるほど、右上右下左上左下の4チャンネルに出ているということで、せっかくこれぐらい美しくていいサウンドのスピーカーなので、よりよく鳴らしてあげたいという、ちょっとした裏技ですね。皆さんがゆくゆくは知るであろう裏技を初めにちょっと使わせていただきました。裏技バイアンプ。バイアンプ。そうですね。でも抜群に音がいいです。音がいいっていうとちょっとね、本当に全てに当てはまるんですけど、そういうのを使いましたけど、プリアンプもしくはコントロールアンプっていうんですけど、これも同じく増幅回路の一種。でこれもドイツの同じくブルメスター。多分前から見ていただくと、同じデザインなんで同じものだっていうのは、分かってもらいやすいと思いますけど、これプリアンプとパワーアンプで、一つのアンプということだと思って、で今ここにある一番薄い一番正面にあるこれが再生機です。プレイヤーですね。これはリンの、イギリスリンスコットランドにあるリンというリンのクライマックス DSM という、聞いたことあるかもしれませんけど、ネットワークプレイヤーっていう、あとはここに今映ってないレコードプレイヤーっていうのが、もう一つリン、同じく今のリンの LP12 というレコードプレイヤーがあります。名機ですよね。リンというブランドはそのスピーカーもアンプも全て総合的に出しているブランドではあるんですけど、スタート地点がアナログのレコードプレイヤーで、一貫してそのソースプレイヤーにはやっぱり他より、そうですね、力を入れていると言っていいんじゃないでしょうかね。唯一今多分見られている方が少し思われたのが、CD プレイヤーがないと。ね、CD プレイヤーがないんです、このシステムには。レコードプレイヤーと、ネットワークプレイヤーっていう
ものがあって、皆さんが見慣れた CD プレイヤーっていうものがないっていうのが、このシステム今回準備したものの特徴でもありますね。なるほどね。もちろんあっていいんですよ、CD プレイヤーもあっていいんですけども、今回はデジタルとアナログっていう2つのソース機器を準備する上で、やっぱり皆さんも最近もう何年も前からですけど、一つの再生方式のトレンドというか、方法になっている、データを再生するという意味では、CD も結局中にデータ入ってますから、で新しい再生方法の、一番シンプルなところで言うと、リンっていうのは、それを先駆けて世界に発売したメーカーでもあるので、それを使ったシステムだということも一つ分かりやすいかもしれないですね。なるほど。となるとイタリア、ドイツ、イギリス、たまたまヨーロッパでねの方面で、固まってますけど、先ほど一番初めに話を戻すと、オーディオシステムを組むときにルールないんですよ。イタリアの製品、イタリアのスピーカーを使ってるんで、イタリアのアンプを使ってプレイヤーを使おうと、そういう決まりは一切ないです。というのも、どの国のどの時代のものでも基本的に動作の原理が一緒なので、違う国の別の時代のものでも組み合わせて使うことができる。なるほど。もちろんその時にちょっとやっちゃいけない場面もあるんですけど、そういう細かいところは僕たちに聞いてもらえれば。そうですよね。僕たちがいる唯一役に立っているところなので、そうですよね。いろいろな罠を避けることができます。本当にそういう意味では自由です。2020年の最新のプレイヤーに例えば1960年代のアンプを組み合わせることも当然できますし、そういう意味では本当に皆さんが思っている以上にオーディオシステムを準備する、揃えるっていうのは自由です。とにかくまず一曲レコードで、今日は、早速なんですけど、今言った、レコードで針を落としてみたいと思いますので、一曲いいですか？お願いします。それでは一曲再生してみます。どうぞ。はい、どうでしたか？めちゃくちゃかっこいいですね。いや、もう曲もかっこいいけど、やっぱこのダイナミックシステム、めっちゃダイナミックを感じましたよ。ダイナミックを感じました。いや、やっぱもうダイナミックをお届けしたいからダイナミックシステムなんだけど、これほんとダイナミックに聞こえちゃいました。本当にこのシステムの一番感じてほしいところとかっていうのが、本当に素直にそのまま感じてもらえて嬉しいっていう本当その一言に尽きるんですけど、これ今の曲誰のなんていう曲ですか？今さっき再生したのは、山本宝山さんっていう方のもう聞いてるその通り尺八をメインにしたバンブーフルートですね。そうですね。僕のおじいちゃんもバンブーフルート奏者だったんですけど、それも話をもっと聞きたいですけどね。ベースでゲリー・ピーコックとか
キース・ジャレットのトリオでおなじみの、本当にメンバー見ると菊池正文さんピアノとか村上宏さんドラムとか、もうメンバー見るだけで確かにうっと思うんですけど、まずこの音源、今レコードで再生したんですよ。見てもなかなかね手に取りにくい、ひょっとしたらなかなか1曲目にかけたにしてはマニアックな、マニアックな感じですよね、曲だと思います。もう少し誰かが歌うとか、女性ボーカルとか、なんか男性ボーカルとかではなくて、でもこのシステムの凄みというかを感じてもらうには、そういう一つの楽器、で、ギターとかベースとかではなくて、なかなかあんまり普段耳にしないような楽器をオーディオで急に聴いてもらうことで、でもなんかもう分かってしまうというか、尺八ってすごいなと思います、本当に、っていうのを分かってもらえるような音できっとなっていたと思うんですけど、皆さんどうだったかというのはちょっとありますけどね。いやもう実際に聞いててもう心が洗われるっていうか、そのなんかもうライブ会場に来てても宝山さんそこにおるねんっていう、もうそれもその臨場感と立体感、これがやっぱオーディオを聴くにあたってすごく楽しめるポイントだなと改めて思いましたよ。もう本当に口元の楽器と尺八と唇のその間っていうか、擦れてる瞬間とか、人間の運動の再現度の高さですね。結構いやおうなしに無理やりでも分からせてくれるっていうか、そういうシステムなんですけど、そういえば今日のシステムの、一応せっかく揃えたので、これ実は買ってもらうこともできるんですよ。もちろんですけど。そうですね。ここ僕が聞きたいのは値段なんですけど、その万円とか円とか言っちゃうとちょっとあれなんで、これせっかくなんで万円単位をダイナって呼びたいんですけど、ざっくりこれ300万ダイナかなと。一式で。一式で。いい感じですかね。どうですか。だいぶ違って。はい。これどれぐらいなんですか。ざっくり総額で言うと、2300万ダイナぐらいです。2000万ダイナ足りてなかったですよ。ちょっとポケットに2000万ダイナ入ってない。2000で2300万ダイナですね。システムすべてですね。今日の再生システムが。先ほど山本宝山さんの一曲を聴いてもらったように、実際に聴いてもらって、これがどういう音がするのかとか、そういう魅力があるのかっていうのを実際にこの僕たちのお店で体験してもらって、感じてもらう、どの部分でもいいので感じてもらうというのを一番の仕事にしていますね。やっぱりこれね、映像を見ていただいてる方もね、いいぞ、綺麗だぞ、美しいぞ、でもやっぱりね体感して音を聞かないとわからない。で実際はね、こちらでいろいろ自分の好きな音源を持ってきていただいて、ちょっと体感していただいて、世の中にこういうものがあるぞと思ってもらえるだけでも、ひとまずは嬉しいことかなと思います。このダイナミックシステムをやる理由がそれだもんね。それ以外にも、もう本当これは特上の仕組みだけれども、仮にこれより例えばイージーなものだったとしても、僕たちはオーディオに関する問題を何でも解決したいなと思っているので、相談してもらえれば嬉しいなと思っております。楽しいですよ本当にね、この2人にね、もうねオーディオのことは何でも聞いちゃっていただければね、もう大体のことが解決されるとしたいなと思います。ということでちょっと長くなったんで、もう一曲ね準備したんで、今度はデジタルでこっちでかけますね。さっきレコードでしたから、今度デジタルで再生します。では早速一曲どうぞお願いします。Here we are, still
回聞いてもらいました。どうでした？まただいぶコントラストの効いた選曲で、先ほどの曲とはまた違って、そうですね、一聴してというか、イントロかかった瞬間に、ハッピーになるというかね、はい、これはレニー・クラビッツさんのはい、It Ain't Over Till It's Over、という曲ですよね。91年のセカンドアルバムから、4曲目だったかな。はい、これは、どうして選んだの？その全体音楽と一つの曲として聴いてもらった時の全体像と、その曲に一歩入ってもらう、もちろんギターが鳴っていて、ベースが鳴っていて、ドラム声があって、もちろんファルセットの声があってっていう、大きな要素が、少しストリングスが入ってて、その各パーツを、大好きな曲を一回ちょっと冷静に頭を突っ込んでその世界を見ることができるという。そうすると、大好きなね、作り込みの細かさに気づくというか、この曲のなぜこんなにかっこいい曲だったのかっていうのが、自分の中で一つの仮説というか、を立てて考えることができるという、なんか雰囲気でレニー・クラの曲も聞いたことあったぞっていう感覚だったけど、改めて初めましてみたいな、そう本当初めましてだし、もう本当にレニー・クラ演奏してるじゃんってまた、そうですね。そして楽器がこう立体的にどんどん出てくる、なんかこういつも普段聴く音楽の聴き方よりまた全然違った世界が、このダイナミックシステムで僕も感じました。今日は僕たちがやらせてもらってる仕事は、もうまさに今の感想のためにやってるんですよ。こうやってオーディオを紹介させてもらってるんです。もう普段全く同じことやってますから、今日特別なことではなくてね、これやっぱり体感してやっぱり分かると思いますんで、今日のダイナミックシステムを見て、これちょっと体感したいなっていう方はぜひね、これ来店していただいて、肌で毛穴で、細胞で、そしてソウルいいですね。いいですね。そう思います。ということでね、このダイナミックシステム、毎月ダイナミックなシステムをね、この3人でお届けしたいと思っておりますんで、今後もどうぞよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でダイナミックシステムでした。ありがとうございました。またね。